全国の角煮ファンの皆さん、こんにちは。腹ペコのゆずきゆかりです。今日は豚の角煮を作ります。いいですね。豚の角煮。実は豚の角煮の発祥は中国で、宋の詩人蘇東馬が考案した料理で、東馬肉と呼ばれていたのよ。へえ、そうなんだ。日本の家庭料理と思ってました。江戸時代、日本に伝わった後、各地で独自の角煮が作られるようになったの。長い時間煮込んで柔らかくなった食感は、日本で好まれる角煮の特徴ね。あのとろっとした角煮の美味しさ、食べると幸せになりますね。ゆかりさん、早く作りましょう。材料はご覧の通りです。まず、豚バラブロックに醤油をつけます。その豚バラをフライパンに入れ、表面をこんがりと焼きます。焼くんですか？そうよ。豚の旨味を肉に閉じ込めるために焼いておくの。なるほど。焼き終わった豚バラブロックは、だいたい3センチ角ぐらいに切っておきます。お好みの大きさでも構いません。それでは、野菜のカットです。生姜は、厚めの薄切りに切ります。次に、白ネギを縦半分に切り、5センチにカットしていきます。生姜と白ネギを、フライパンか鍋の底に敷き詰め、その上に豚肉を敷き詰めます。生姜とネギは、どうして入れるんですか？生姜とネギには、豚肉の臭みを取る成分が含まれているの。特に、白ネギの部分には硫化アリルという成分が多く含まれています。この2つを入れることで、豚の臭みが消されて、角煮が美味しくいただけるようになるわ。それでは、味の革新とも言える、タレを合わせていきます。水 300cc、醤油 100cc、みりん 30cc、酒 50cc を混ぜて具材が浸かるぐらいまで入れます。かなりの量を作るんですね。最後に、準備した砂糖 50g の一部を加え、一煮立ちさせます。表面が乾かないように、クッキングシートなどで落とし蓋をして、中火から弱火で2時間半から3時間半ほど蒸し焼きにしていきます。タレは足りるんですか？長時間煮込むから何回か作って継ぎ足すと思うわ。やはり、角煮を作るのには時間がかかりますね。圧力鍋がないから仕方がないわ。唐辛子はいつ使うんですか？タレを継ぎ足すタイミングで入れてちょうだい。時間と手間をかけてしっかり煮込んだから、きっと美味しくなってるわよ。いい感じ。豚の角煮の完成です。美味しそう。このしずる感、すごいですね。いただきます。美味しい。口に入れると、角煮が口の中で溶けていきます。口の中に甘辛さが広がって、もう幸せです。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価、コメントをいただけると嬉しいです。また、見てくださいね。